ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、金曜日は辛いラーメンをすすっておりまして、無性に美味しい担々麺がすすりたくなったということでこちらです。ドン。東武スカイツリーライン草加駅から徒歩10分くらいのところにあります担々麺ごまさんにお邪魔してます。こちら担々麺ごまさんは今年の2月にリニューアルオープンを果たしたお店で、担々麺ってほんとね、たまにこう無性にすすりたくなる時があって、今それなんですけど、美味しいお店をねいくつかやっぱ知ってはいるんですが、もっともっとね担々麺の美味しいお店を見つけ、そしてね手札を増やしていきたいということで、皆さんがね好きな担々麺のお店なんかも教えてもらえたら嬉しいんですけども、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけでね、本日はラーメン好きの方々に車を出していただきまして、これからお店向かうんですけれども、その前にね、皆様からいつもいただいているコメントの方を読ませていただきたいと思います。二郎系食べたくなって適当にウーバーしたら全く違うの来たら泣いてる。すするさん美味しそうに食べるから好きだということで、確かにな、ウーバーとかの写真とパネマジっていうんですかね、パネマジ言ったらあれだけど、なんか結構ありますよね、写真とその現実の乖離みたいな、ラーメンパネマジみたいなとこあるよね。それはね、ウーバーとかは特にな、やっぱ写真よく撮ろうとしますもんね、多分ね。運ぶ時間とかもあるんでね、それとかも考えるとやっぱ麺も伸びちゃったりするしね、なんかいろいろちょっと写真と違うものが来そうな感じはするな。確かにやっぱりちょっとウーバーイーツとかどうしても2段階3段階ぐらい落ちるような気はするな。そしてブーメラン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 、なんで急に西城秀樹どういうタイミングでのコメントなのこれ。そして石塚さん、今年還暦迎えたとは思えないぐらい若々しいし、昔から変わらないですよね。そして相変わらずネギ食べられないんだなって、この食レポおっちゃんずっと変わんねえなとか、イッシャンが YouTube やってたの知れて嬉しい、イッシャン大好きやったからまた見れて嬉しい、ありがとうすするさんみたいな感じで、イッシャンの動画反響がかなりすごくて、やっぱりね言っても食レポ界のドレジェンドですからね。本当にもう毎日のようにこのイッシャンの動画にコメントがもうほんと鳴りやまないぐらい来てるんで、やっぱイッシャンの影響力すごいなっていうところもあるんですけど、改めて話させてもらってすごかったですよね。本当にもうずっと喋ってるんですよ。しかも別になんかね、普通に食べてるんですけど、なんかずっと喋ってるというか、なんかすごい不思議だったんだよな、なんか。あとなんていうんですか、小ボケがうまいというか、大爆笑っていうよりはこうクスってなるようなジャブがもうすごくて、小ボケのジャブが自分がこう目指せるようなね感じではないんですけど、でもやっぱりすごいなと思いましたね。すごいなんか隣で見ててもうテレビ見てるみたいな感じでしたもんね。ぜひまたねすすりに行きたいですね、イッシャンとね。そしてこれね、影津嵐さんの動画についてコメント、創業30周年イヤーという頭痛が痛いが、こういうのありますよね、よくね。毎日ラーメン健康生活エブリデイみたいな感じですよね。そういうことですよね。力こそパワーとかね、そういうのいいっすよね。なんかね、なんかいいよね。そしてね、そういや鶴間に飯田さんがお店出すみたいっすよ。ラーメン翔太って名前でした。いやどうなんですかねこれはね、僕の口からはあまり言えませんが、この動画が出てる頃にはもうこの情報で解禁されてるのかな。こういう情報やっぱ早いっすね、回るのね。本当結構ね力入れてるらしいんで、ちょっと楽しみですねこちらもね。とりあえずまたお店に着いたらねカメラ回したいと思いますんで、とりあえず向かっていきましょう。というわけで担々麺ごまさんに到着しました。もうめっちゃそのままですもんね、担々麺でごまって。果たしてどんな担々麺がすすれるのかっていうところで、ちょっと汁なし担々麺とかも気になってるし、いろんなカリー担々麺とかもあるんですよね。若干いろいろ気になってるんですけど、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあごまさんショーケースです。今回はいろいろと迷った結果、スタンダードな汁ありの担々麺に卵トッピング、そしてご飯の小をプッシュ。選べる辛さは5段階中の3をチョイス。リニューアルしたばかりだというピカピカの店内は、清潔感のある木目を生かした内装で非常に気持ちいい。厨房内のドデカ寸胴にはベースとなる旨味ありそうなスープがしっかりと炊かれており、担々麺らしく様々なジャンを入れているところも見え、期待感たっぷりで待ってるだ。こちらがごまさんの担々麺卵トッピングです。盛りクリーミーなスープの表面には程よくラー油の赤が散りばめられており、ネギやミックスリーフとのコントラストがビューティフル。芳醇なごまと香辛料の香りもふわっと漂ってきたところでいただきます。まずはスープからのらん。甘み強めなごまの風味を感じるとともに、後からラー油やホアジャオの程よいピリピリビリビリ感も追っかけてきて、次々と飲んでしまう癖になるスープ。まろやかな口当たりの日本式な担々麺の美味しさに、これは絶対ご飯に合うやつだということで、たまらず麺に行く前にご飯と合わせてみると予想通りの相性の良さで、これにはすするもにっこりしちゃいますよ。そんなスープから麺を引き上げてみると、担々麺にしては太めな麺か。一体どんなすすり心地をしているのか、やったらぞそうする。タンタタン
もっちりとした不揃いな中太麺は力強い食感でスープともよく絡み、香辛料の辛みとも相性抜群。不揃いで表面ピロッとしているのですする時にプルンと暴れる感じもいいですね。特製の肉味噌もジューシーなうまさでご飯との相性はさらに良くなり、米を吐くとするならスープはチュン、さらに担々麺にトッピングされたミックスリーフは初ということで大三元待ったなしな美味しさです。気づけばじわりと後引く辛さにポカポカと体が温まってきて、このままエルモのように顔が赤らめっきちゃいそう。さらに刺激が欲しくなったすするは卓上に置いてある店主さんオリジナルブレンドのホアジャオをガリガリと削って振りかけてきます。香りが一気にパワーアップしたのを感じながらすすってみると、ホアジャオのおかげでより奥行き、さらに深みも増してスパイス感パワーアップ。これはホアジャオ好きなすするとしては嬉しい味変アイテムで、クッキーモンスターならぬホアジャオモンスターとして口の中にダイレクトにガリガリと投入したいところです。しないけどね。そのまま食欲がとどまることなくすすっていけ、たまにはこんなアングルもどうですかということで俯瞰のすするを見ていただきつつ、後半気づけばポカポカと心地よい辛さを感じきます。最後は辛さの中のオアシスこと半熟の味玉を食らってみると、めっちゃ味染みてる。味しみバッチリでホットになった口内に優しく広がっていくビッグバードのような優しいやつ。食べ終わる頃にはしっかりと汗だくになっており、ふきふきしながら完食です。大変美味しくすすれました。ガツンと効いたごまの風味と後引く辛さが癖になる濃厚な正統派日本式の担々麺でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで担々麺ごまさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。着丼した瞬間からね、結構勝利を確信できるというか、僕は山椒のね華やかな香り非常に好きなので、担々麺が来た瞬間に山椒の香りがふわっときたんで、よしっていう感じでしたね、本当に。はい。そんなねスープ一口飲んでみると、やっぱごまっていう名前の通り、結構その香ばしいごまの香りと、あとさらに甘みも結構感じられて、辛さは標準のね3にしたんですけど、最初食べ始めはねそんなにこう辛さ強く感じなかったんですよね。で太くてねちょっと縮れた麺と絡めてこうすすったりして、どんどんこう担々麺を食べ進めていくと、なんか徐々にその辛さの片鱗がこう見え始めて、後半にはもう炊き汗みたいな、卓上にあった店主さん特製のスペシャル山椒みたいなやつめっちゃ美味しかったですね。もうあれ削って入れるだけで担々麺の香りがもうぐんと2段階3段階アップして、さらにねしびれもアップするんで、もう味覚的にも美味しいスパイスでしたね。今回ね汁ありの方の担々麺行ったんですけど、あの感じだったら、てか太麺だったら汁なしの担々麺もめっちゃ美味しそうだなと思いまして、今度行く機会あったらちょっと汁なし担々麺をすすってみたいかなと思いました。いやしかしね、なんか草加市にこんな担々麺の穴場があるとは知らなかったですね。もうちょっとこうアンテナをやっぱりね張っていかないといけないなと思う次第でございましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、担々麺ごまさん。担々麺界のマックスタイプやごまの風味素晴らしかったですね。